こんにちは。東京ローカルボイスは東京を中心にさまざまなお店を巡り、お店の声を届けていきます。本日は東京都目黒区学芸大学駅前にお店を構えるレイジーコーヒーさんにお邪魔しております。じゃあケンさん、自己紹介からお願いします。ケンです。このレイジーコーヒーで、オープンの立ち上げから店長をしています。血液型 B 型です。よろしくお願いします。同じですね。血液型。同じですか。マイペース。B 型マイです。今日も美味しいコーヒーいただきながら、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずレイジーコーヒーっていう名前の由来を伺いたいなと思ったんですけど、名前の由来ですね。自分が店長で、オーナーがいるんですけど、そうなんですね。香港出身の方で、日本語はちょっと喋れるぐらい、その人がすごい、怠け者でして、なのでレイジーコーヒー。それはケンさんが名付けたんですか？っていうのは冗談、ちょっと入ってるんですけど、一息肩の力抜いて、リラックスできるような店にしたいということで、レイジーコーヒー。すごいいい名前です。Z が2つね、そうですよね、重なってるんですけど、そこちょっとおしゃれです。そこはオーナーなりのおしゃれです。なるほどです。レイジーっていう LAZYに Z をプラスしてレイジーコーヒーです。そういうことです。じゃあこの学芸大学駅前を選んだ理由って何かあるんですか？学芸大学駅前は渋谷から近いですよね。近いです。なんで外人さんも多く、住んでる人もすごい多くて、休校が泊まる、渋谷、中目黒、学芸大学、代官山に泊まらないのに休校に泊まるっていう学大は確かに、それですあとはそうですね、昔ながらの下町感も結構あるじゃないですか、学大。そうですね。ただ若い人、結構なんていうんですかね、センスのいい若い人がすごい多い。で今盛り上がってるような、なんか駅周りとかめちゃめちゃ人多いですけど、タクシーとかバス乗り場とかも全くないじゃないですか。ないですね、駅前は。駅出ても商店街がもうドーンと、そうですね、確かに両腕ドーン、でレイジーの場所っていうと、体で言えばその両腕商店街でも頭ぐらいの、前頭葉、学大の前頭葉ぐらいのところなんですよ。そこだからですね。ありがとうございます。オープンしたタイミングがちょうど1年前のいい夫婦の日、11月22日。じゃあまだ1年ちょっとしか経ってない。一緒なかったですか？一切ですよ。まだ産声上げたばかりなんで。いい夫婦の日なんですね。そうです。いい夫婦の日にオープンして、オープンして、なんか去年のそのタイムアウトっていうイギリスの雑誌に、学芸大学が、世界で最もクールな街っていうのに日本で唯一選ばれたんです。これはね、世界15位とか。でもここオープンした瞬間になんか来るお客さんみんなに、日本で一番クールな街ですしねみたいな、めちゃめちゃ言われるぐらい、結構界隈ざわついて、その当時。そうなんですね。でもそういうタイミングとかも重なって、学大いいんじゃないかっていうのも、そこも一つ理由だったのもありますね。結構インスタグラムの投稿とかが英語メインで、外国人に向けた感じなのかなっていうのはありつつ、それはでもやっぱオーナーさんが日本語できないからですオーナーさんが英語っていうのもあって、投稿が英語メイン。そうですね。でもそれはもうまさしくで、結構本当に外人さんもお客さんとして多いので。そうなんですね。一応日本語もつけてるし、英語もどっち、皆さんウェルカムみたいな感じで。ケンさんは英語結構できそうな印象を受けたんですけど、なんでそんなに英語ができるんですか？その印象で合ってまして、ここ働く前にニュージーランドとカナダで1年ずつバリスタしてたっていうのもあって、そこで修行しましたね。それはもうバリスタになりたくて留学というか。そうですね。元をたどればオーストラリアで1年やってるんですけど、大学卒業してすぐ、そこからの流れでみたいな。当時はドトールコーヒー系列のエクセルシオールっていうところで大学1年から4年まで働いていたんですけど、それが原点って言っちゃ原点ですね。確かに。なるほどです。じゃあちょっとケンさんの生い立ちとかは後から伺うので、逆にね。一旦お店のまた話に戻るんですけども、お店の内装のこだわりとかをお聞きしたくて、洗練されたかっこいい内装だと思ってるんですけど、なんかこだわりとかってあるんですか？多分ここはオーナーのこだわりでもあるんですけど、こうグレーを基調とした無機質な感じとか、ドライフラワーとか、窓がこう2つでかくあるっていうのがすごいポイントですね。確かに。2面採光で、めちゃめちゃ日当たりいいんで、ここ日当たりいいですね。あとはテラス席ですかね。ワンちゃん OK で、オーナーもすごいワンちゃん飼ってて愛犬家なんで、そういう人たちもこういっぱいコーヒーを楽しめるような感じで、テラス席はすごいポイントの一つかなと思いますね。僕も結構来るんですけど、来るたびにワンちゃんいたりします。いますよね。
すごいですよ本当に。自家製のマット風呂敷みたいなの持ってきて、そのワンちゃん座ってすごいおとなしいんですよワンちゃんも。すごい待てがすごい学大っぽいワンちゃんが、モデルのようなワンちゃんがいっぱい来るということで、すごい系統整ってる。まあでも結構貴重ですよね、ワンちゃん入れるカフェっていうのは。そういう意味では確かに重宝されてるかなっていう感じがします。ありがとうございます。じゃあケンさんの過去の話とか逆にケンさんの過去とかを聞いていきたいと思うんですけども、小中学生の時はどんな学生だったんですか？小中学生は結構落ち着いてましたね。自分3人兄弟の長男っていうのもあったのか分かんないですけど、メンズがハマるようなその漫画とかアニメとかゲームとかほとんどハマんなくて、ずっと本読んでました。小説とか、あと家に日本の歴史みたいなやつとか、あとなんかライト兄弟とかすごいあったんですよ。それを読んで育ったのもあるかもしれないですけど、すごい自分では八王子の文豪って言ってたんですけど、そうなんですよ。なんかどんな本を読んでたんですか？一番好きだった本とかって何か覚えてるのあれば。一番好きだった本はまあでも小学生高学年とかはもう「ハリー・ポッター」とか。分厚い小説読んでた人ですか？あれ全部読んでました。クラスに一人いるやつ。そいつです。そうなんか結構 SF 系とか好きだったかもしれないですね。普通の小説も読みましたけど。そこから先ほど大学生の頃コーヒーに携わる仕事をするようになったって言ってたんですけども、ハマるきっかけとかは何だったんですか？ハマるきっかけは海外にすごいなんかわかんないですけど憧れがあったのと、あとはそのエクセルシオールで4年間働いたっていうのがなんかうまく混ざり合って、大学卒業してもう、次の月にはオーストラリアに行ったんですよ。そこでカフェで働くんですけど、それがやっぱり一番でかかったですかね、このキャリアとして言うのならば。その時の心情はどんな感じだったんですか？もう俺はバリスタとして生きていくなのか、とりあえず行こうのどっちだったんですか？100% とりあえず行こうっすね。そうなんですね。結構行き当たりばったりというか。で行ってみてどのくらいまでいたんですか？行ってみて期間は1年ですね。1年後帰ってきた時は何をしたんですか？コーヒーに目覚めたんで向こうで。で帰ってきてからはバリスタとして働こうとは決めてました。そうなんです。今おいくつですか？今ですか？32です。意外と若い。いやそうなんですよ。からずっとバリスタされてる？そうですね。途中ちょっと寄り道したりしましたけど、基本的にはバリスタそうだったんですね。去年オープンするまで結構期間あると思うんですけど、その期間は何されてたんですか？帰ってきてコーヒー屋で働きたいってなったんですけど、いろいろ応募もしたりしたんですよ。そのうちにちょっと生活もあったんで、コーヒー館とかそこら辺のコーヒー屋とかも結構応募して、採用ももらってたんですけど、その中で、国分寺にある、ライフサイズクライブっていうコーヒー屋さんがあって、そこでラテアートの講習があったんですね。受けに行ったら吉田さんっていうめっちゃいかつい、タトゥーゴリゴリ入ってるマッチョの人なんですけど、その人に教えてもらって、日本の大会とかも優勝してる人なんですけど、その人に教えてもらって、で今何してんのって言われて、オーストラリアから帰ってきたばっかで、コーヒーで働きたくて探してますって言ったら、俺の友達が新しいコーヒー開くからちょっと話聞いてみなよみたいな言われて、それが宮益坂ら辺にあったコーヒー屋なんですけど、そこに、次の日ぐらいに話聞きに行って、もう2週間ぐらいには新しいコーヒー屋で働いてました。それがもう結構日本のキャリアではそれが原点ですね。そうなんですね。じゃあ結構思ったらすぐ行動するタイプ？そうですね。とりあえず行ってみる感はありますね。でもそういうのの重なりかもしれないですね。そこからこのレイジーコーヒーオープンから携わってるって伺ったんですけど、それは何がきっかけあったんですか？知人と、知人の紹介で言ってしまえばそれなんですけど、リリアンとつないでくれて、で、オープンからみたいな感じですね。じゃあこのレイジーコーヒーのなんか次の目標というか、今目指してることって何かあったりしますか？そうですね、まだ1年なので、ありがたいことに土日はすごいお客さん、たくさん来てくれて混んでるんですけど、平日とかまだちょっと暇な日もあるので、そこをしっかりお客さん埋めていくっていうのと、最終的に自家焙煎とか、あとはスイーツとかも作ったりっていうところを目指していくと思います。ありがとうございます。楽しみにします。楽しみにしててください。でちょっとまた戻って、ケンさんのこととかを聞いていきたいんですけども、コーヒー屋で働いてて1日のルーティーンとかってどういうルーティーンなのかなっていうのを気になって。1日のルーティーンですか？
コーヒーは基本的に朝早いんで、オープンの1時間前、ここだったらまあ8時前には出勤して、自分だったらまずちょっと掃除して、テラス席とかのセッティングします。でその後コーヒーのマシンを立ち上げて、ケーキの陳列をして、で、あらかた片付いたら、自分はちょっとここで1回5分ぐらい瞑想して、でそこからスタートって感じですね。瞑想は何を考えてるんですか？瞑想は何も考えないです。もう無です。それはいつからやってるんですか？これはもうでも、半年ぐらいですかね。そうですね。僕も毎日日記書いてて、なんかその自分と向き合う時間、吐き出すみたいな感じで。それは瞑想がそんな感じなんですか？瞑想でもそんな感じです。なんかすっきりするみたいな。それは結構オープン前にやると、なんか本当に一日こうフレッシュな気持ちでできるというか、っていうのはあるんですけど、一回その今、カメラで見えてないですけど、裏にこう窓があって、そこに今はカーテン敷いてるんですけど、これついてなかったんですよ。で朝オープン前に、ここで瞑想してたら常連さんにちょっと見られて何やってたんですかみたいなすごい変な人扱いされたんで、今は安心して瞑想できるので。なるほど、嬉しいです。じゃあ今カーテン閉めて瞑想してるってことです？もちろん閉めてます。店には行かない。ちょっと今度見に行きます。多分ね、後ろ姿だけなんか5分ぐらい動かないやついるんで。平日は閉店が6時、今6時ですね。スタイルだと6時とかだと思うんですけど、その後とかは閉店したら、コーヒーやってその閉店する30分前とか1時間前ぐらいから閉め始めるんですよ。でなんで6時ぐらいにはもうほぼほぼ片付いてるんですけど、マシン閉めて、あとは翌日の準備して、で掃除して補充系して掃除してっていう感じですかね。そうですね。休みの日は何してるんですか？休みの日はでも基本的に朝ジム行きます。ジム行ってるんですね。ジム行ってますね。夜めちゃめちゃ最近筋トレ流行り始めちゃったんで、夜スーパー混んでるんで、朝ジム行って、で気分がいいとそのままサウナ行って映画見て、こんな理想の休日してるかなと思いましたけどでもそんな感じですね。大体そんな感じ。あとはなんか作り置き作ったりして。じゃあ映画も結構お好きなんですね。映画もそうですね、見たりとかしますね。なんかちっちゃい頃からその読書をよくしてて、自称八王子の文豪よく覚えてます。とのことなんですけども、なんかすっごい影響を受けた本でも映画でも何かあったりしますか？そうですね、八王子の文豪とは言ったものの、今パッと本は思い浮かばないので、一個好きな映画って、役所広司さんが出てる主役の「パーフェクト・デイズ」っていう。ありがとうございます。めちゃくちゃ好きです。めっちゃいいですよねあれ。好きな映画トップ3には絶対入れてます。トップ2です。あれはね結構見返しましたね。いいですよね。活力もらえますよね。ちょっとそのパーフェクト・デイズのどういったところが好きとか？そうですね、なんかなんですか、一日をこう流れ作業で過ごしてたらもう本当にあっという間に過ぎてっちゃうんで、なんか毎日なんか変わらないことを大事にするというか、そんな感じです。でも本当に日常的なことしかやってないのに、あんなに美しく見えたら、自分の日常がすごい彩ってくれてる感じがする。そうですよね。そういう映画なので僕もすごい好きでした。あれ役所さん結構家出たのと空見上げるじゃないですか。曇り空めっちゃ多いんですよ。なんかなんか晴れてたらそれはハッピーじゃないですか。曇り空とか雨とかちょっと降ったりしてるのに、なんか空見てちょっと笑っていい一日しようみたいな。やっぱそういうなんていうんですかね、懐の深さすごい大事だなって感じますね。ぜひ見てみてください。ありがとうございます。ちょっと見返したくなりました。自分帰ってみます。学芸大学でもそうじゃなくてもいいんですけど、ケンさんのなんかおすすめのお店とかって何かあったりしますか？おすすめのお店はありますね。店を出て右に3歩なんですけど、アナグマっていうねビストロがあるんですけど、これ別にお隣さんとかひいき目なしにマジで美味しいです。そうなんです。ナチュールワインのお店。そうですね。ワインとあとクラフトビールとかも缶ですけど置いてますし、料理がね何食べてもそうなんです。マジでうまいです。チューリップっていう唐揚げ、鶏の唐揚げがあるんですけど、それめっちゃうまいです。僕もよくこの道通るんですけど、気になってはいたんですけど、なんか入ってなかったので、入ってください。こ
なと行こうかないやマジ本当にぜひ。このレイジーコーヒーさんのすぐ近くの、そうですね、穴熊さん、穴熊さん、噂ではもう芸能人の方もこう手伝ったりとか、言っていいのか分かんないですけど、まあ、じゃあ気になる方はぜひお願いしますぜひぜひ、じゃあ最後になんですけども、なんかケンさんの個人的な今後の目標とか、個人的な今後の目標あればぜひ。海外はこうオーストラリア、ニュージーランド、カナダと行ってきたんですけど、意外と日本行ってないんですよ。国内旅行も含めて行ってなくて、もう本当なんか大阪ぐらい、あとはもう近場の山梨、長野とかで、海外でも、こっちでもそうなんですけど、海外の人におすすめどこ行ったらいいみたいな聞かれた時に全然答えられなくて、なんで日本一周したいですね。いいですね。将来の夢というか目標ですね。僕地元青森なんで、ぜひ青森まで。じゃあ青森ゴールにします。なるほど。こういう感じで。はい。じゃあ東京、そっか。ゴールいい感じ。いい感じ。はい。なんかその外人さんになんかおすすめどこって言われて、今チャット GPT とかも聞けるじゃないですか。でその代表どころじゃなくてチャット GPT も答えられないようなニッチなおすすめを探しに行こう旅。めちゃくちゃいいですね。僕も将来的にはこのチャンネルをそういうチャンネルにできたらいいなとはちょっと思ってるんで、ぜひぜひ。じゃあ一緒ですね、行き着くと。行き着く一緒ですね。頑張りましょう。じゃあ何か見てる方に最後。ぜひ学芸大学に来た際は渋谷からも電車で10分弱で、駅からも徒歩3分とかなんで、ぜひ来てみてください。お待ちしてます。では以上にしたいと思います。ではケンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。そして。Hello, I'm Lillian and I'm from Hong Kong. I'm the owner of the shop. Thank you for watching the video and looking forward to see you in the shop. You'll love it. You love the coffee. Bye.